おはようございます。安倍義俊です。ワタレックチャレンジに DJI のポケット3を使って、そのワタレックチャレンジっていうその無編集で、その色味の変更とかもそのダヴィンチとか編集アプリを使わないで、撮るってやつに今挑戦しております。同じ話をこれで3回目なんですけど、昨日ちょっとその動画を1本いつもは Sigma FP で撮ってるんですけど DJI ポケット3で、やってみようと思って試してみたら、最初の1回目は ISO が低すぎてその喋ってる内容はちゃんと普通に撮れたんですけど画像がすごく画質が劣化してしまっていて、自分のこのおっさんの顔だからどうでもいいやと思ったんだけど、この白目とかの中にグレーのところにその ISO が上がって明るさが足りないとノイズが入ってくるんだけど、その白目がなんか赤紫色に、ノイズがかかってしまっていてすごく不気味な感じになったんでちょっと、やめてもう一回撮り直して、でさっき撮り終えたやつを見てみたら今度はだからその暗すぎたと思ったんで、今もちょっと直接にライト当てちゃってるんだけど電気スタンドのだからその普通のそのカメラ用の照明が今ここにはちゃんとした設備がないんで、その絵を描く用の電気スタンドを直でグッと当てて、撮ってみたらものすごいその硬い光が当たって、なんか自分の顔なんかどうでもいいだろうと思ったんだけど、やっぱりライティングが変だと変なとこにこう変な風に影が落ちてすげえ気持ち悪いんですよ。なるほどと思って、逆にだからそのドリキンさんとか西田渉さんとかがさらっと撮ってるように見えて、なんかいろいろやっぱりすげえ工夫してるんだなと思って、改めて特にその西田さんとかがやってるのと今この同じ設備なわけですよ。で同じ設備で撮ってみると改めてやっぱプロのカメラマンの人の凄さが分かるというか、また西田さんの話になっちゃうけど、今日の動画とか見るとその大阪に旅行に行かれていて、でその大阪の旅行のそのホテルに着きましたようでもうそのままDJI のこの同じポケット3をポンと置いて動画を撮り始めてるんだけど、やっぱり全然自然なんですよね。だから見ているとちょっと背後の環境わかんないけど、やっぱり窓からの光とかを上手に使って自然な柔らかい影が落ちるように、撮っていて。多分そのプロの人から見るともう全然こんなの初歩の普通のことだよみたいな話なのかもしれないけど、自分はあんまりそういうことを意識したことがなかったんで、こんななのかと思って、今もでも僕ちょっとこの電気スタンドの光を今直で当てちゃってるんで、これを何かしらの方法で柔らかい光に変えないと、もしかするとまた変な影が落ちちゃってるかもしれないですよね。ちょっと一回だけ止めてみてみるか。一回切っちゃったんでもうワタレックチャレンジ失敗ですけど、今日も失敗ですけど、今そのチェックしてる間に向こうにあったでかいライトのバッテリーが上がってしまって、切れちゃいました。なのでそれなしにして、でその代わりここに電気スタンドだから直で光当ててたんだけど、これを持ってきて、これを今電気スタンドの前に置くことで光が柔らかくなるかなならないかなみたいな感じです。ちなみに今これが今のレフ板じゃなくて丸いやつ、これをつけてる状態。取っ払うとよいしょ、こんな感じです。もはや今日話すことじゃないことが始まってしまう。毎日でもだからこれ撮影前にこれをなんか持ってきて立てかけなきゃいけないとしたら、もうワンタッチで動画を撮るとかじゃないじゃないですか。もう最低限の手数でパッと撮れるっていうのが一番のやらなきゃいけないことだったのに、そしてもうライティングがどうこうの問題以前に後ろ見たらなんかスナック菓子の袋が置きっぱなしになってて、さっきちょっと子供が来たんですよ。で置きっぱなしになってるのは気がつかなかったです。もうすでにだからライティングがどうこうじゃないんです。もっと前のところでいろいろやらなきゃいけないことがたくさんあるんだけど、それができてないってことですね。ちょっとシグマ FP の場合フルサイズってこともあって、いろんなことがごまかせていてというか頑張ってくれていて、それなりに見苦しくないよ。僕が見苦しいかどうかともかくとして、画面としては撮れていたんだけど、 DJ ポケット3とかになるとセンサーが1インチで決して画質の悪いカメラじゃなくて、むしろ綺麗に撮れてるんだけど、なんかごまかしが効かないというか、 ISO をだから400まで上げるともうちょっとノイジーになって肌の感じとかが微妙なんですよ。
ログで取って後で丁寧になんかやればどうにかなるんだけど、この取って出しの状態だと、で今だから今 ISO100 で取っててちょっと暗すぎたんで、400まで上げたくなかったんで今200にしてみました。でライトはだから電気スタンド、そこに今ちょっと USB のライトもう一本つけて、で窓カーテン開けて、窓の光を入れてみて、これでどうじゃって感じですね。で真上から部屋のライトが落ちてきちゃってるのも多分ねあんま良くないんですよ。だけどこのぐらい光当てないと真っ暗なんですよね。もうむしろ真っ暗でいいやみたいな、なんか画質にするか、暗くした方がこの部屋の汚いのも目立たないですしね、なんかどんどんレンズ遊びがおかしなことになって、僕はどんどんなんか真靴に部屋の自宅の方の真靴を片付けてこっちが真靴になってるっていうね、今そんな状態ですけど、で何話そうかと思ったかっていうと、まあ同じ話3回目だな、なんかできるかな。昨日の WWDC のそのアップルの発表、もう一昨日か昨日か、まあ発表を受けてちょっと話したいことがあったんで、まあアップルのその iPhone に、iOS にその AI の機能が統合されるっていうか、かなり、力を入れて入ってくるってことになって、まあだから AI っていうけどこれは Apple インテリジェンスだみたいなことを言って、Apple のその AI が入ってきて、でまあ一応 Apple としてはそのユーザーに配慮してってことなんだろうけど、iPhone のこの端末の一応基本は中だけで完結する。だから、この中で例えば1年前に撮ったなんだろうな、そのお正月の写真をちょっと探してきてみたいなことをやった時に、この中の写真のアルバムを片っ端からそのデータ化して見てないとそれってすぐに探してこれないじゃないですか。でそういうようなことをやった時に、例えばだからそれこそ最後に誰それさんと会った時に写真撮ったと思うんだけど、それを探してきてみたいな感じだとすると、その人の顔とか名前とかも含めてその住所録みたいなものを検索するのかもしれないし、個人情報をバーッと調べるじゃないですか。でそれを例えば外部のサービスの方に投げちゃうと、個人情報がものすごい勢いで、どうやったとしても漏れ出ていっちゃうんで、それを防ぐために基本的にそういう、日常で使う AI の機能に関してはこの端末の中からで全部その AI の処理を終わらせて、だからなんだろうな、ずっとニューラルエンジンみたいなものを一生懸命、iPhone なりその iPad なりとかにずっと積んできたのは、これの伏線だったってことだと思うんだけど、この端末の中だけで、やれるだけのことはやりますよと。でそれはいいことだと思うんだけど、でもやっぱりチャット GPT と提携して、あのそれだけじゃ賄えないことに関してはチャット GPT が使えますよみたいな話になっていて、そうなってくると今説明したみたいにかなりクリティカルな個人情報とか、本当にそのメールの内容とかチャットの内容とかも含めてをどこまでアップルが防いでくれるのかわからないけど、結果的にいくばくかそのチャット GPT オープン AI とかの方にその情報を、渡すことになるじゃないですか。それがだからどの程度使われるのか、何かの学習のための餌としてどんどん食べられていっちゃうのかわからないですけど、個人的にはそうだな、なんか便利だなよりは怖いなって気持ちの方が強いですね。で例によってイーロン・マスクとかがプリプリと怒り出して、もうこれをやるんだったら、うちの会社の社員にはもう iPhone を使わせない、危ないからみたいなことを言い出して、それでイーロンテスラなり何なりの、とかアップルとかの株価がちょっと上がったり下がったりしたんだみたいなニュースをちらっと見たりして、であるいはだからオープン AI のそのサム・アルトマンとかがそのチャット GPT とアップルがその提携することをすごく喜んでるみたいなポストとかをしたりして、でそれに対してマイクロソフトとかがうちが協力して1兆円ぐらいお金あげてるよねみたいなことでちょっとプリッと怒ってみたりとかして、そのビッグテックたちがなんかすごい恐ろしい、なんだろう、札束の殴り合いみたいなことをチラチラっとやっていて。で思うのはだからもうこれは止まらないんだなっていうことを改めてもう何度も言ってるけど、
個人がその僕とかがなんだろうな、その一般のユーザーが、こんな風に個人情報を出してしまって大丈夫なのみたいなことを言おうが言うまいが、もうそのビッグテックたちがやるんだって言ったらもうやるし止まんないわけですよ。どこもその最終的にこの AI の覇権を取ったところがその次のそのとんでもないその権力とお金を手にして、その絶対的な王者として君臨できることになることがもう決まってるわけじゃないですか。そうなってくるとどこも視力を尽くしてそのユーザーの個人情報がとかプライバシーがみたいなことはもうどっかこう掘り出してなりふり構わず戦っていくんだろうなっていう感じで、そこに対してそうだな、ユーザーはだから何がしかそのそういう状況なんだっていう、その今までみたいに何かその企業理念に従って何かユーザーのことを、例えばアップルとかは割とプライバシーみたいなものに対してすごくユーザー寄りのイメージとしては企業ですよね。その完全にユーザー寄りってわけでもないんだけど、だけどそのアップルでさえやっぱり、チャット GPT と組んでそこに対してデータ出しちゃいますよみたいなことをやり始めてるわけで、そうですね、そのあの AI がその、あのもちろん人間の生活をものすごくきっと便利に効率よくしてくれるだろうし、それがその豊かさにつながるのかもしれないけど、うーんと当然自分もその恩恵に預かっているんだろうと思うんですけど、例えばだからその英語わかんないけどディープ L みたいなところで、今あれディープルっていうもの、なんかディープ L ってずっと言い続けちゃってるけどディープルかな、とかのその翻訳にすごい助けられていたりとか、いろんな場所で便利に使っているわけですよ。だけどなんだろう、今までのその人力車が自動車になるみたいなこととは違って、えーと今までは人間があまりやりたくない雑用を機械が代行してくれるっていうところから、なんか人間が一番楽しんでやりたいと思っている一番面白いクリエイティブなこととか、何かその新しいことをやるみたいな、何かアイデアを思いつくとか、そういう部分を AI がなんかやるようになって、人間は AI が、考えるためのなんかそのデータをたくさん作ってくださいみたいな餌作る係みたいなことになってしまいかねなくて、油断していると、例えばだから僕はコーヒーが好きですけど、ちょっと前にAI が、そのレシピをそのレシピ通りにコーヒーを抽出してくれるサーバーみたいなものが、結構な何十万という値段の高いそのコーヒー入れる機械みたいなものが、どっかで作られていて、なんかレビューだか紹介だかの動画をちらっと見たんですよ。その完全になんかじっくり見てないんで細かいとこ間違ってるかもしれないけど、おおむね、そこで言われてたこととかはだからその、プロのそのバリスタとかがやるようなコーヒーの抽出の仕方を AI がその永遠のいろんなデータをもとに再現してくれたり、新しいレシピを思いついたりして提案してくれたりするのかな。で、その人間がやるのにかなり近くて、かなりちゃんとした味のものが、できてきて、でコーヒーとかで例えばだからそのコーヒーとか200ミリリットルの200グラムのコーヒーを例えば作ろうと思ったら、お湯を一気にバーッと入れるわけじゃなくて、例えばその50グラムずつ4回に分けて入れるみたいなことをしながら、その味を組み立てていくわけだけど、そんな中でいろんなセンサーが入っていて、抽出された最初の50グラムのお湯で、落ちたコーヒーを、そのいろんなセンサーがその味とかいろんな濃度とかを分析して、ちょっと濃度足りないなと思ったらその2投目3投目のお湯をなんか調整していくのかな、それで、味を立て直していくみたいなことができるんだみたいな話を確かしていて、すげえなと思いつつ、ただコーヒー入れることの一番楽しいところって何って言ったら、多分そこだと思うんですよ。そこが機械なのみたいな。じゃあ人間はじゃあ何すればいいのってなってくると、じゃあ、飲み終わった後の皿を洗ってコーヒーカップを洗ってくださいよみたいな話になるじゃないですか。それまだ AI はできないので。人間が皿洗いで、コンピューターがコーヒーのこのレシピを考えて、この
コーヒーを作っていくみたいなところはやるんだみたいな感じになって、それってなんだろうな、便利になってやったって言っていいのかなみたいなことを個人的にはちょっと思うわけですよ。あのなんていうか、あそう今言ったみたいにだからアップルインテリジェンスの中にもだからその OS の中で、例えばだから絵文字とかイラストの生成みたいなところをそのアップルインテリジェンスがやってくれて、こっちはだからその今まで撮った写真と、それをどんな感じに加工したいのかみたいなことを例えば文字とかで入れると、その文字とか写真なのかな、なんかいくつかのデータを iPhone の中に入ってるデータを元にして、そのちょっとした絵文字を作ったりとか、なんかイラスト的なものを、なんかその LINE のスタンプみたいなもんなのかな、まあそういうものを、作ってってくれると、まあその絵が描けない人にとってはそれはすごく面白いのかもしれないし、だけどなんかクリエイティブな遊びを作り出す部分が AI が担当して、人間はその AI のやっぱりその餌になるデータを取ってくる仕事みたいな感じで、鵜飼いと鵜で言うとAI の方が鵜飼いになって、人間がお魚取ってくる鳥の方になっちゃってるみたいな感じがしなくもないんですよね。本当に便利なのこれっていう気持ちがどうも強くて、今までの道具が便利になっていくっていうこととなんかちょっと違うような気がして、まあちょっと話ずれるけど、最近の最新のカメラとかも、例えばだからその撮りたいものを指定しておくと、例えばバイクってやっておくと、自動車とか歩行者とかにはピントを合わせずにバイクだけにピントを合わせるみたいなことで写真をうまく撮れますになってくるけど、なんていうかあの釣りに行こうと思ったら自動魚取り機で、あなたは座ってるだけで魚取りますみたいな話で、いや釣りたいんだけどみたいな話じゃないですか。写真も当然だからその仕事で絶対外せないみたいな人はこれすごい機能で、まあ多分そういう人に向けての機能だから、あんま趣味で写真撮る人はそこにあんまり突っ込む必要はないのかもしれないけど、でも写真撮ることの一番の楽しさってきっとピントを合わせて、自分が撮りたいものにピントを合わせてシャッターを押すところだと思うんですよね。そこがどん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 自動化されていくことに、そのぶどまりが上がるっていうか、失敗は確かに減るんだけども、なんかそのなんだろうな、オートフォーカスが良くなっていくみたいなところに関してまでは、なんかどこにオートフォーカスを合わせるかみたいなところがまだユーザーの権限があったんで、まだなんか人間が主導権を持ってる感じがあったんで、道具として便利になってってるなって感じはあったんだけど、 AI が入ってきて何を撮るのかを決めますとか、一時期のソニーのカメラに確かちょっとあったと思うけど、構図をいい構図になるようにソニーのそのカメラの中のなんか AI 的なものが写真をいい感じにトリミングしていい構図にしといてあげますみたいな機能が確か一時ついて、多分今つかなくなったのかな、あんまり評判良くなかったんじゃないかと思うんだけど、それも余計なお世話っていうか、そこが一番面白いとこじゃないのかっていう、確かに便利になっていく時にそのいろんなことをやらなくていいですよって言われると、あの確かに便利になったりタイパが良くなったりするんだけども、その楽しいところまで持ってってくれるなよっていう気持ちがして、iPhone の AI とかがどのぐらいのそういうなんだろうな塩梅になってるのかとかも実物見てみないと全然わかんないんですけど、あのなんだろういいものであってほしいなとは思いますね。なんか AI の使い方で言うと、最近で言うとだからその AI の使い方とかでいいなと思ったのは、それこそまたちょっとなんか内輪っぽい話になっちゃうけど、だからそのドリキンさんが、そのスーパーワタレックプログラムみたいな感じで、AI にプログラムを書かせて自分はそれをチェックするみたいな形で今やってるみたいなことですよ。カメラ構えて一発で撮るみたいなことで、僕はだからただただこうやって、なるべく無編集でいけるようにあらかじめ光とかを調節して、ここで撮ってるわけだけど、ドリキンさんがやってるのは複数の、動画の一本にまとめるとか、最後に写真を撮って入れておくと、その写真の、カメラとかレンズの名前とかなのかなとかを、入れ込んだ
見ながらその自動で編集してくれるみたいな感じで、その編集の手間なしで自分は、その動画とか写真とか素材を作っていくと、動画ができるみたいな。それはだからその動画撮るっていう一番面白い部分、写真を撮るっていう一番その面白いとか大事な部分をその人間がやって、その後の毎回毎回流れ作業になって、特にその新しくなんかその特殊ななんかクリエイティブな要素が、ね、編集の中にないわけじゃないんだけども、毎回ルーチンになってるところを機械に置き換えていくみたいなことで、これはなんかいい使い方だなと思ったりはしたんだけど、なんかそういう、だからそのやっぱり道具なんで使いようだと思うんですけど、そうですね、なんかあのそのただ AI に関してはものすごい大きなその人間の社会全体を変えるような大きな流れの中で、そのとんでもない覇権争いがあった結果、その個人のやっぱり権利とかそのプライバシーみたいなものをちょっと脇に置いて、その巨大な企業がものすごい勢いでお金を突っ込んで進化させていってるんで、その進化のスピードがとてつもないんだけども、それに対してやっぱりなんか後で取り返しがつかないことにならないといいけどなと思いますね。なんかその例えばだからその生成 AI みたいなものに対して一絵描きの立場から言うと、なんかもやっとするところが多いわけですよ。でもそういうものに対してでももうその止まりようのないことで、そっちに向かって進んでいく中で、じゃあその前提でどうやって生き残っていくかみたいなことを必死に考えないともうやっていけないフェーズに来ている感じがして。そうだな、本当になんか巨大な象の群れがドスドスと走っていくところを、その足元にいる小さな一匹の虫みたいな気持ちですね。とにかくここで踏んづけられないように生き残らないとやばいぞっていうような状況だなと、今のこのアップルインテリジェンスみたいなでっかい、これで本当に iPhone みたいな、そのなんだろうな、ここ何十年かで人類の生活を一番大きく変えたものですよね。ここにそのさらに AI がドスーンと入ってくるっていうことで、その本当どのぐらいそれによってまたその生活とか人間の価値観とかが変わっていくのかって予想もつかないレベルで、えっとまああのなんとか一絵描きとしては頑張って生き延びていかなければなっていう感じです。そうですね。今こんな風にまたそうだその西田渉さんとかが壁にその自分の撮った写真とかを貼っていて、でそれがその販売されているものでみたいなことをやられていて、すごいいいアイデアとか、そのこうやって日々やっていて、そうだ、なんでそういうことを自分は思いつかないんだろうと思ったけど、いいアイデアだなと思ったんで、自分もそのうちここに自分の例えばその同人誌なり、ここに今テストで描いた絵とかをちょっと置いてたりするんで、これはまだなんかその売るかどうかみたいなこと全然決めてないけど、なんかこんな感じで今ちゃんと写ってないと思うけど、絵とかを展示しておいて、ちょっとしたなんだろうな展示会場みたいに、していくみたいなことは面白いかもしれないですね、みたいなことをちょっと考えたりもしました。もう10分でっていうのは途中で諦めたんだけど、ちょうど今20分というところですね。でもそっか、最初に動画撮ってるからもう22、3分になっちゃってるか。そうですね。3回同じ話をしようと思ったのに3回とも違う話を結局している、不思議。1回目と2回目のやつ、いいや。とりあえず今日はこんな感じで AI に対してちょっと愚痴ってみました。いやでもやっぱ新しい技術に対してなんかその腐し始めると急に年寄り臭くなっていく気がするんですよ。なので Apple AI とかに Apple インテリジェンスとかに対してもできるだけ好意的にポジティブにその一応乗っかっていこうとは思ってます。その中でなんだろうななんかこううまい生き残り方を見つけるとか、あるいはだからその、絵描きの立場からすると生成 AI が出てきたせいで何か自分のやれることに制限が生まれたり何かデメリットが生まれたりするんであれば、だからこそ新しいことを始めるチャンスなのかもしれないし、何か、なんだろう、そのうまく生き残る方法を考えていかなきゃなと思います。ということでした。はい。
ちゃんと撮れてるかな。ありがとうございました。